私それで摂食障害っていう病気になったじゃないですか。朝起きた時にもう今日は起きたくないとか、布団から出たくないとか、今日は会社に行きたくないとか、もしくはもう体がねこう鉛のように重いとかっていう風になっている方は、こんにちは、桃代です。こんにちは。はい、皆さんお元気ですか？今日はね、先週の続きで、サナトクマラのメッセージをね、皆さんに、引き続きお伝えしようと思うんですけれども、今日は波動をね、上げるために、今一番何をやるべきかっていうことをメインにお話ししたいと思います。で、来年のね、私のエマネーションアチューメントのイベントの予定が上がってきました。それで一般公開が始まりますので、この動画を見られている方で、私のヒーリング、あとは高次元に意識をチューニングするというエネルギーワークがあるんですけれども、そちらに興味があるという方はですね、概要欄の方から詳細を得てですね、お申し込みいただければと思います。はい、では早速メッセージなんですけれども、皆さん、波動や意識次元を上げるということについて、私の動画だとか、他の方からもいろいろそういったことをね、耳にすることが多くなったと思うんですよ。きっといろんなワーカーさんのところに共通したメッセージが降りてきてるんだと思うんですよね。なのでそういった言葉が最近になって飛び交うようになってるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、波動を上げることイコール今より頑張ることだっていうふうに勘違いしていませんかっていうメッセージが降りてきたんですよね。で、私もコースをやったりすると、もう本当に皆さんすっごく一生懸命学ぼうとしてくださるんですよね。それで私が例えばここはこうじゃなくてこうですよみたいな風に言うと、そうなんだっていう風になるんじゃなくて、皆さんまだ全然ダメじゃんって言って落ち込んでいくっていうことが最近になって、すごくよくある傾向なんですよ。で、もう時々本当に私の方から皆さんのことを止めないと、そのコースがね、小学校の時に私が通っていた塾みたいなエネルギーになっていく時があるんですよ。みんな私に合格をもらうために一生懸命努力をして、とにかく桃代さんから正解をもらおうみたいなね、そういうエネルギーになって、でもスピリチュアルってさ、お勉強するものでもないし、私が皆さんに、はい、あなた今日からスピリチュアルマスターですよとか言って証書を配ったりする、そういったものでもないじゃないですか。で、確かにね、私たちが本当の自分に戻るときに頑張らなきゃいけないことっていうのもあるんですよ。それは本当の自分を見失わないように、自分のマインドに引っ張られないように、中心にいつもつながってなきゃいけないっていうところでは頑張らなきゃいけないし、時々やっぱりその慣れたマインドのね話を聞いている方が楽だったりする時もあるんだけど、そこはちょっと歯を食いしばって、今日はマインドの話に引っ張られないようにっていう風にやらなきゃいけない、そういった頑張りっていうのはもちろん必要だったりするんですけれども、基本的に波動を上げるっていうのは今より頑張るっていうことではなくて、どちらかというと今より緩めるっていうのが正しい表現なんですね。先日の話とつながると思うんですけど、やはり本当に日本の方は、世界的に見てもね、もう皆さんもご存知の通り、すごい頑張り屋さんな国民性だと思うんですよ。先週地震がありましたよね、関東の方で。で、私も地震のニュースっていうのは、自分の家族が日本にいたりするので、なるべく気をつけて見るようにしているんですけど、その地震があった時にね、ニュースキャスターの人がすごくそのスタジオがすごい揺れているのに、テーブルの下に入ったりとか逃げたりとかってすることでもなく、もうそのニュースを伝え続けているっていうのを見たんですよね。もう本当にこれはもう日本人しかできないなって思って、素晴らしいとも思ったんですけれども、やっぱりダメなところでもあって、その自分よりも仕事を優先するっていうのが結構美とされている国だったとやっぱり思うんですよね。だけどその代償としてやはり私たちって本当の自分からすごい離れてっちゃったと思うんですよ。でもちろんそういう時代を生きていかなきゃいけなかった私たちのお父さんお母さん世代とかもね、きっとあったと思うんですけれども、本当にこれからはですね、自分を優先していかなきゃいけない。自分あっての初めての仕事だし、自分があって初めてお友達、自分があって初めて家族っていう風に、まず自分が
先でもそれは自分中心にわがままになるということでは全然ないんですね。これはよく私の動画でも伝えているじゃないですか。私それで摂食障害っていう病気になったじゃないですか。でも本当にいろんな原因があって摂食障害になった理由はこれっていう風に一つには絞れないんですけれども、やはりね、小さい頃からね、すごい頑張り屋さんだったと思うんですよ。親に褒めてもらおうと頑張るとか、特にこのサイキック能力っていうのも悪い方に出てですね、もう人のやってほしいこととかをもう全部先読みするみたいな感じで全部叶えてあげる。で、気がつくともう家族のみんなの願いを叶える人みたいな。でもそんなちっちゃいのにそんなことを小さい頃からやってたので、何が起きたかっていうと、自分のスピリットが置き去りになってたんですよね。で、どんどんスピリットから離れていくと、私たちって心の病になるんですよ。で、皆さんどうですか？例えば足を骨折しましたとか、ちょっと体のどっかに病気が発覚しましたとかだと、療養ってするじゃないですか。入院したりとかしてゆっくり休むということをしませんかね。例えば骨折したとしたら足を休めないと骨がつながってこないので、もう安静にするっていうことをしますよね。だけど心の病に関してだけはみんな一切生活スタイルっていうのを変えずに、なんとか今の生活のまま治そうとするとか、もしくは心の病に気づかないままで、気づいた時にはもう結構手遅れみたいな、心の病も手遅れってあるんですよ、皆さん。そう、私の摂食障害とかも別に学校を少し休んで家族と一緒に療養するとか、そういうことももちろんやらなかったし、何もなかったかのようにいつも通り頑張り続けてきたんですよ。そうするともう気がつくと15年間も経ってて、その15年もずっと同じではなく、どんどん摂食障害自体がひどくなっていってた。でも気がついた時にはもうかなり重症みたいな。で、私はすごくラッキーで、本当に自分でいろんなことを学んだりとかして、もう本当に普通の人間に戻ってくることができましたけど、でもやはり今振り返ってもあれをもう一度やれって言われるとできないなと思うし、昔の自分に伝えてあげたいことって、もっと早くに気づいて自分を大切にするっていうことを学びなさいっていう風に伝えてあげたいんですよね。皆さんがだから心の病になりますよっていう風に言ってるわけではないんですけれども、どんな人にでもやはり頑張りすぎると心の病に陥る危険っていうのはあるし、今この動画を見てくださってる方でも、もしかして私うつかもっていう風に思えるぐらいの症状を持ってる方っていらっしゃるかもしれないんですよ。だけど自分では認めてないみたいな、私が心の病になるなんてありえないみたいな風に思って普段通りの生活をされてる方も、もしかしたら動画を見てくださってる方の中にはいらっしゃるかもしれないんですけれど、皆さんどうですか？朝起きてすっきり目が覚めますか？これがいつも私がクライアントさんに伝えている皆さんの心が健康であるかどうかのバロメーターというふうに言ってて、朝起きた時にもう今日は起きたくないとか、布団から出たくないとか、今日は会社に行きたくないとか、もしくはもう体がね鉛のように重いとかっていう風になっている方は気をつけてください。心の病に陥る可能性はなきにしもあらずだし、心の病っていうのは一旦なってしまうとなかなか元に戻すっていうのは難しいんですよ。だからなる前に本当の自分をちゃんと見つけて、その自分で生きていくっていう風に持っていくのが大切で、いつも私言ってるんですけど、心の病を抱えている方と、そうでないけれど、本当の自分に戻りたいという方ではアプローチが少し違うんですよね。っていうのはもう心の病っていうのはもう心の病なので、骨が折れたっていうのと同じ状態なんですよ。心がポキッと折れた、これが修復するためにはその修復させるっていう治療が必要になるんですよね。なのでやはり心の骨が折れてから何とかしようとするんじゃなくて、折れないようにっていうのは、ちょっと表現が変かもしれないんですけれども、私たち本来は心の骨なんて折れないように生きるのが
本来の生き方なのね。でもやっぱり現代ってすごく忙しいし、ね、お仕事の不安もあったり、こんな風にパンデミックになって、世の中ね、不安がすごいブワーっと不安の波動みたいなのがわーって広がったじゃないですか。だからね、サナトグマラからこういったね、メッセージが降りてくるんだとも思うんですけれども、皆さん本当の自分大切にしてますか？または本当の自分って別に目覚めてなきゃいけないとかじゃなくて、本当の自分って感じることができますか？先週のお休みをね大切にしましょうっていうお話を聞いて、皆さん自分のお休みの取り方分かりましたか？聞いてみて何も感じないって思った方ももしかしたらいるかもしれないんですよね。私たちはスピリットから離れれば離れるほど心の病に陥りやすいんですよ。で、そういう習性があるっていうのを、いや、私はもうすごい楽観的では全く関係ありませんっていう方はね、大丈夫だと思うんですけれども、こうやってね、スピリチュアルを学んでくださってる方ってね、私が思うに普通の人よりも頑張り屋さんが多いんですよ。だからスピリチュアルを学ぼうってなった時も、今の人生よりももっと頑張らなきゃっていう風にやってくださる方が多いんですけど、でもね、本当のスピリチュアルっていうのは今の自分をどうやって緩めていくか、この私たちをすごく苦しめているジャッジね、今頑張ってるんだけどもっと頑張らなきゃいけないよとか、全然ダメだよ、他の人見てみてもっとできてるよとか、もっと成功してる、もっとお金があるよとか、もっと美しい、もっと健康だよ、もっと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 っていうマインドを持ってる方がスピリチュアルに興味を持ってくれる人が多いんですよ。それは私は頑張り屋さんっていう風に言ってて、だけど本当のスピリチュアルっていうのはそのマインドから抜け出すってことね。そのマインドから自由になるってことなんですよ。このマインドにさらに頑張ることを足していくっていうことがスピリチュアルではないんですよね。分かりますかね？今日の動画を見てですね、皆さんぜひ自分のマインドっていうのをちょっとよく観察してみてください。本当はすごく頑張って生きてるのに全然ダメだとか、まだまだだとか、こんな私じゃいけないとか、もっとこれをやらなきゃ、もっとあれをやらないととかっていう風なマインドが皆さん自身に話しかけてないかっていうのを見てください。で、それでそういう声があった場合は、これはマインドでしかなくて本当の私ではないし、本当の自分はすごい頑張ってるし、やっぱこの世で生きてるだけで私たちすごい頑張ってることだと思うんですよ。あとはね、やはりね、頑張ってない人はこのスピリチュアルとかに興味やっぱり持たないんですよ。自分の中に欠けてることがあるんじゃないかとか、自分の人生を生きてないんじゃないかっていう風に自分を振り返られる人がやはりこういったサブジェクトに興味を持ってくれるんだと思うんですよね。だから私たちから意識次元を上げていくことができるし、私たちからこの世の波動っていうのを上げていくことができるので、それは素晴らしいことではあるんですけれども、私たちが壊れたらこの世の波動も何もないみたいな感じじゃないですか。世の中にはお酒を飲んで嫌なことを全部かき消してね、感じないようにしている人だってたくさんいるわけじゃないですか。だけどそうじゃなくて、自分のねことをもっと良くしようと思って興味を持ってくれてる方がこうやってスピリチュアルに集まってくれているわけですから、頑張らずに頑張りたいなと思うんですよ、皆さんと一緒に。でそれを伝えるのがね、私の仕事だと思っていて、時々ねこういうことをやるといいですよっていう風なねアドバイス的なものもこのチャンネルで話したりするんですけれど、それでまた自分のゴールを高めていないかっていうことを考えてほしいし、現在の自分の生活スタイルとか自分自身にも満足いってなかったとしても大丈夫、頑張ってるっていう風なことを言ってあげてほしい。こんな大変な時代に生まれて、こんなパンデミックだって過去の人々も経験したことがないじゃないですか。その中で私たちは生きていく、ましてや目覚めていこうとしているっていうのは、それはすごいことをやろうとしているんだっていうのをまず皆さん再度ね認識してほしいんですよ。それでバロメーターはさっきも言った朝起きた時にもう疲れてないか。朝はどんなに前日に疲れてたとしても
もちろんね、前日にすごいお酒を飲みすぎた朝はだるいとかっていうのとはまた違うんですけれども、普通に生活をしてるだけなのに朝がこんなに辛いっていう人はちょっと信号が黄色です、赤になりかけてると思ってください。でそういう方は先ほど言った風に自分のマインドでめちゃくちゃ自分を傷つけてないか、自分を厳しくやりすぎてないかっていうのを見てください。波動を上げるというのは今より頑張るということではなくて、今より緩める、なんか厳しいことを言ってくるマインドから本当の自分に戻るということなんですよね。なのでぜひ皆さんやってみてください。今日の動画が役に立ったと思う方はぜひビッグいいねよろしくお願いします。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また会いましょう。バイバイ。